はい、お電話ありがとうございます。2台目となります。ごちそうさまです。いらっしゃい。はい、いらっしゃい。うなぎも一回引き上げ。ごちそうさまでした。はい、どうぞ。あの辺のウーバーイーツとかそういうのももう僕全然ダメなんですよ。ああいうのも全然僕は分かんないんですけど、彼がいたから全部導入できたんです。うちのパソコンなんかも全部彼です。買いに行くところからです。どれ買えばいいかな。本当に僕は何もできない昭和の人間なんで、若い子たちに全部助けられて、器用でちょっと教えればすぐできちゃうんですから。子供たちなんとなく見てて思ってることが、おっしゃ行くぜってそういうタイプではないんですよ。ゲームが上手だったりとかこういうタイプなんですけど、器用なんですよ本当に。だからその力がね、こういうところに生きるんですよ。今わかめの塩抜きしてます。醤油ラーメンとかに使うんで、あんまり塩気残ってると邪魔しちゃうんで、塩が。わかめの三陸産のわかめですよ。それで、ただこの時間もテイクアウトがやってるんで、あとウーバーイーツとかも、デリバリーも。なのでオーダー入ればって感じですね。空いた時間に休憩です。しゅんさん。もちろんデリバリー。はい、お電話ありがとうございます。2台目となります。はい、お電話ありがとうございます。2台目となります。自分もともとラーメン好きなんですよ。で、ここが一番好きなんですよ。ラーメン食べてきたので。中学生からここずっと食べに来てです。最初は連れてこられたんですけど、だんだん一人でここに通うようになってきてって感じですね。はい。肩ロース使ってるんですけどね、脂身と赤身をこう分けて、うちはね、唐揚げが結構出るんですよ。でも1日50ぐらいでね、50キロぐらい。日本一唐揚げが売れるラーメン屋と自負してる。ラーメン屋というくくりではね。うちの鍋はそういう感じ。
味な作業ですよね。この後茹でていくんですけど、最初に一手間やることで全く別物なんです。日高にあるエゾっていうところで働いてたんですよ。そこで10年ぐらい修行して独立したんですけど、日高のエゾっていうのは味自慢エゾ、言うなれば初代なんですけどね。それで僕独立してる時に10年ちょっと修行したんで、エゾって大好きな名前使いたいなって思って親父にエゾって名前で店がしたいんだけどってお願いしたんですよ。そしたらもういいよって OK って言ってくださって、ただ同じ味自慢エゾでお店を出したら親父と全く同じことをそれが失礼じゃないですか。自分の可能性とか自分のやりたいこと、思いとか志、夢、いろんなものをちょっと詰め込んだ自分の店をやりたいなって思ったんですよね。なので大好きなエゾという名前を残しつつ、自分の可能性をプラスアルファするため、大好きなエゾのいいところ、僕なりのいいところを残しつつ自分のスタイルを作り上げたのが2代目エゾなんですよ。まだ僕の後輩たちは別のところでお店たくさんやってますそういや厳しいっすよめちゃくちゃ厳しいっすけど、めちゃくちゃあったかいっす。すごく怒られもしましたし、すごく褒めてもらいました。すごく怒るんですけど全て許してくれるんですよもう僕も一生頭が上がらないです。エゾで検索していっぱい出てくるそれぞれみんな個性があって面白いですよ。そう5代目に関してはね、僕のところで修行した子なんで、デカ盛りとか好きなんですよ。飲食なんで何が正解かっていうの分からないじゃないですか。僕の持論なんですけど、お客様の笑顔をどれだけたくさん集められるかがだと思うんですよね。僕の後輩のお店は僕のそこ以上にお客さんの笑顔が集まってますよ。すごい素敵な子たち。いい意味でライバルですし、いい意味で仲間です。これを僕なりの脂身と赤身はね、火の通りがちょっと違うんですよ。だからちょっと時間差にするんですよ。早く入れちゃうとね、赤身の方が崩れちゃうんですよ。エゾからなんですよ高校卒業してもすぐに18歳で俺子供生まれてるんですよ。働くしかねえととにかくお金になりそうなトラックの運転手さんとか思ったんですけど、小さい頃からの夢憧れでもある飲食の仕事を諦めきれなくて、でもやっぱり食べていくためには子供食わせていくためにはってあるじゃないですか。その葛藤と戦ってる時親父に出会ったんですよ。俺の子ね、俺がみんな面倒見てやるよって言ってくださって、それからの付き合いですね。そこから10年修行して、そろそろ店出してみろって言ってくださって、親父は本当にいい意味ですよ、本当にお人よしのバカなんですよ。自分の喜びよりも若い子たちとかそういう喜びをすごく大切にする中で、自分でお店出してお金が自分で稼げるようになってご馳走させてくださいなんて言っても絶対いまだにご馳走はさせてくれないです。こんな俺に使う金があったら若い子たちに使ってやれ。すげえ素敵な人です。そんな親父です。俺のとにかくね、この辺の近所の人ってあったかいんですよ、みんな。でご近所さんももうお前絶対ここ頑張れよ、お前ここやめたら俺行くとこなくなるんだからって。隣に不動産屋さんもあるんですけど、すごい応援してくださる。お客さんが車止める場所困ってたらうち使ってとか家で営業で使うんですよ。スープにもこだわってるんですよ。柄も入ってるんですよ。げんこつと背柄と鶏のこぼれ。でもラーメンもすごく出るんだけど、なぜか唐揚げがよく出るっていう。はい、50を飲んでって言います。
店舗全部回ると素敵なアイテムがゲットできますから。でこんなんちょっとですけど、これからいっぱいあげてきますから。ごちそうさまです。いらっしゃい。はい、どうぞ。はい、いらっしゃい。はい、いらっしゃい。はい、いらっしゃいませ。餃子と唐揚げで。男盛りもどっかのタイミングで行かないとね。生姜の丼。はい、すぐ払います。ラーメンセットの味噌お願いします。頼むわ。申し訳ない、一瞬整えておいてもらっていい？はい。よいしょ。はい、ありがとう。よいしょ。あげるよ。はい。はい。うなぎも一回引き上げて、これからしっかり炒めてあげると、ごま油で炒めてあげると、めちゃくちゃいいです。もう終わったんだよね。はい、ごちそうさま。ごちそうさまです。はい、じゃあミスター食べる。はい。はい、いらっしゃい。すいません。いらっしゃい。麺は引き続き俺入れるんで、ゆきさんこれ集中でいいっすよ。
でこちらからこちらラーメンセットライスとやっぽ進行になります。はい、どうもありがとうございます。今日もいいね。空気力オッケー。はい、いらっしゃい。唐揚げ定食てんこ盛り。唐揚げ定食の大盛り。はい、わかりました。揚げる前で550ぐらいです。1人前。それが普通です。揚げ物って揚げると減るんですよ、重量が。実際上がりは500ないぐらいかな。でも多いっすよ。俺も作ってるけど多いと思いますけど、自分で作って食えない。
多分錯覚して大したことなく見えると思うんですけど、あれご飯600あります。ファミレスの6杯分です。小さく見えてきちゃうでしょ。だんだんね錯覚してくるんですよ。だから大したことね。うちのチャーハンはパラパラを狙うというよりもしっとりとパラパラの間を狙ってるんですよ。ちょうど間を狙ってくるんです。はい、どうもありがとうございます。出てきた笑顔、こんなもう見てて嬉しいですよね。定食の唐揚げになります。私のこちらてんこ盛りライスになります。そしたら定食のスープとやっこおしんこになります。お名前書いてお待ちいただけますか。いらっしゃいませ。気をつけてね、くださいね。はーい。はいだよ。はい、どうもね。ありがとう。はい、ありがとうございます。残りの会計1210円です。1210円です。こいつが唐揚げのメインの味付けになってます。あとはお肉を柔らかくする要素、玉ねぎのスムージーなんかも入ってるんですよね。酵素でね柔らかくなるんですよ、お肉が。お客様からお金もらう以上は全力全開でいかないと失礼ですからね。手は抜かないです。はい、どうもありがとうございました。はい、どうも。メイクもオッケー。これ
醤油ラーメンのタレ漬け込みます。なんでもします。お、サンキュー。餃子いきます。あ、これ。吸い込んだ。あれか。はい、失礼します。ラーメン唐揚げセット、ラーメンすいません。はい、すいません。13、9。はい、どうもありがとうございます。オッケー。はい、お待たせいたしました。はい、エゾラーメンです。はい、どうぞ。お待ちどうさまでした。はい、どうぞ。